美味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯とビは東北山形天童米沢界隈。今回の東北編は過去数年間で美味しかった東北食べ歩きの総集編です。まだまだ東北界隈は上っ面しか食べれていないのでね、この秋北海道から南下するときにまたディープに食べまくりますので、よかったら皆さんの知ってる東北の美味しい味覚教えてくださいな。よろしくお願いします。それでは早速 Let's get it started. 1. Tengdor Ipodor。北海道ではあんまり馴染みがない焼きカツという言葉ですが、この界隈じゃ結構珍しくないみたい。そうなんですよね。焼きカツって香ばしくって普通のとんかつより好きだったりするんです、実は。なので美味しい焼きカツと聞きゃ一目散にやってくるわけで、こちらで国内4軒目の焼きカツ使いとご対面。おー、すごいサラダ。新鮮サラダがもっこり、ドレッシングが2タイプ添えられています。前菜的にサラダがいただけるのはいいですね。もっこり野菜に酸っぱいドレッシングが最高。おー、こんがり焼き目がすごい美味しそう。フライパンで焼き上げる分厚いロース、これ美味しいですね。史上最強の焼きカツっすわ、こりゃ。あら、名古屋のあそこよりご主人の経歴に興味津々でいろいろ調べてみたのですが、どうやら福島の焼きカツの名店インスパイアらしいんです。あらま、それは聞き捨てならないわね。はい、今年中に訪問確定です。料金的には安くはありませんが、これだけの内容でこのプライスなら大満足。ぜひ北海道にも焼きカツの使い手が現れてほしいものですな。ほんと食べてみたい焼きカツ。これがすげえ店だと思いました。山形のメインディッシュはこれですよ。 2. Yonezawa Ryu Shanghai。山形ピーポーにはスタンダードすぎるかもしれませんが、変わらぬ大繁盛ぶりですね。こっちじゃ味噌ラーメン自体がレアみたいですんでね。そういえば味噌ラーメンってあんま見ないわね、東海では。そうなんです。味噌、塩、醤油っていうラーメン文化じゃないんだよね。それが当たり前で生きてきたけれども、北海道とはラーメン文化が全然違うのね。で札幌の味噌ラーメンと違ってさらっといただける味噌がこれいいですね。そしてそもそも辛味噌ってうまいっすからね。ここのは辛味ペーストを溶かしてセルフ調整できるってのがいい。結果全部溶かしちゃうんですけど、そんなに辛くはないです。右鼻から鼻水が垂れるくらい。あら、そんなに辛くないのね。両鼻から鼻水でほっぺから汗が吹き出したらまあ辛いって感じ。そういうこと。さらっと味噌にピリッと青唐辛子の辛さっぽく感じる辛さかな。風味があって粉っぽい辛さじゃないから好きだな。これもっちり中太麺もよく絡みます。油断すると貫通しちゃいそうなスープですよ。わあ、北海道の味噌ラーメンで貫通は絶対にありえへんでしょ。次回は私がいただくわ。ではご一緒に。 3. Yamagata Soka Eyahan 10。これは山形名物の代表的なグルメの一つですね。はい、昭和27年から売り出されているという冷やしラーメン。お客さんの夏には冷たいそば食べるんだからさ、冷たいラーメンも食べてみたいなという一言をヒントに、初代店主が約1年かけ冷たいスープでも油がたまらないようにと試行錯誤を重ねてできたのがこの冷やしラーメン。冷やしラーメン中でも冷やし中華始めましたじゃあござんせんぞ。そう、見た目は完全に普通の中華そばなのになぜ100個い。お客さんのリクエストに応えた結果、非凡なラーメンが生まれ、今や全国から愛される山形名物になったんだね。知る限りシルアリの冷やしラーメンは山形独特なんじゃないかな。そうね。冷やしラーメン言うたら普通これだもん。これカツカレーストーリーと一緒だね。と言いますと、諸説ありますが、カツカレーの発祥とされているお店の一軒、銀座スイスさんのカツカレーは、常連の野球選手の特注だったよね。そうです。当時巨人軍の千葉茂さんにカレーの上にとんかつを乗せちゃってくれよというリクエストに応えたのがきっかけって話だけど、後の調査ではそれよりずっと前にカツカレー出したお店があったよね。そうなんです。詳しくはカツカレー全日本選手権の動画を見て。4. Sakata Komatsu Magulo Senmon 10。土曜日のお昼時に来てみるもめっちゃ並んでる。すんごい行列だったね。はい、
約1時間待ち。土日祝日や観光シーズンは3時間待ちになることもあるそうよ。3時間。はい、3種赤身丼ってマグロが3種出てくるのかと思ってたら、甘エビ、粒マグロの3種類のお刺身が乗っかってる丼でした。完全なるマグロ口になってた私はややテンションダウン。私の勘違いだった。ジーン。マグロ好きだよね。好き。でもすごくない？マグロが分厚くて食べ応えあり、酢飯なのも嬉しい。このボリュームで1000円はお安いと思う。酢飯から普通のご飯への変更も可能。これが1000円ってのは北海道でもなかなかないんじゃない？ねえ、そりゃ並ぶて。ねえ。5. Today's katsu curry. Sakata. Ohu Curry Ulbar. 1983年創業、40年以上にわたり地元酒田で愛され続けているという老舗欧風カレー専門店。欧風カレーアルバという名前におじセンサーピッコンピコン。アルバということであるば、あの金沢カレー創世記の重要人物の一人っていう。はい、そうなんです。金沢カレー老舗の一軒、カレーの市民アルバの関連なのかなと思いましてね。のれん分け系？それが調べてみたもわからなかったんですよね。食べてみたところすこぶる美味しいカレーでしてね。正直金沢のアルバさんよりずっと大好きなタイプ。むしろチャンピオンカレーにすごく似てるなぁ思いました。あら、あたが崇拝する金沢カレーの父、田中義和師匠のお店ね。はい、そうです。いやー美味しかった。これは金沢の血が入ったカレーかなと思います。カツから香るラードの感じ、ルーの滑らかな舌触り、これは金沢の流れを感じましたよ。ってことは山形県のカレーはここが基準ってことになるわね。はい、そうです。新庄市にあるエンジェルズとここかな。他に山形県の美味しいカレーご存知の方、ぜひコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。 6. Yonezawa. Tasuka Sushi. 米沢と言ったら米沢牛でしょう。で、なんでお寿司？へっへ、ここでは米沢牛肉寿司でございます。ああ、なるほど。肉寿司なら気軽に味わえちゃうもんね。そうなんです。美味しいステーキ食べよう思ったらね、一人ゲーセンぐらいは絡んでいっちゃいますからね。ゲーセンで済めば安い方じゃない？ね。ってことで毎回お世話になっております助け寿司さん。肉寿司増えたわよね。至る所で目にするようになったわよね。ザワ牛、これ美味しかったね。ももなのにすんごいわ。牛ももがこんなにうまかったのは人生初だ。こんなに美味しいならステーキもももでもいいかも。ももでもいいかも。ちょうどいい油加減でとろけちゃう。これは米沢で必ずいただくべき一品だべさ。だべさ。 7. OEC Dar. Mogamigawa Senbondango. 米どころとして名高い山形県では各地域で昔から団子や餅は親しまれており、そんな団子文化が根付く土地で圧倒的な人気を誇るのがここ最上川千本団子さん。かつて1日1000本の団子を売ったことからそう名付けられたというすごい人気のお店。大行列でございましたね。閉店近かったので売り切れ商品が多かったので早めに行くのがいいみたい。もともとは豆腐店で、昔はご近所さんが家で団子や餅を作るために持ち込んだうるち米やもち米を大豆を加熱した後の残りの蒸気で蒸す作業を代行していたことから始まり、団子作りが上手だった店主のお母さんの作り方をベースにお店でも団子を提供し始めたんだそうなんです。副産物的団子が完全メインになっちゃったってこと？ってこと。はい、見てください。このボリューミーな団子たち。夏団子は砕いたナッツと豆乳で作られた甘さ控えめのお餅が柔らかくて美味しい。ティラミスはマスカルポーネとあんこってどうなのと半信半疑で一口食べみるもうまし。あんこも滑らかでミルキーなチーズと相性抜群。ごまも醤油も全てがナチュラルで美味しいお団子でしたぞ。ただボリュームが結構あるんでおやつとしてはトゥーヘビーかもしれませんね。ヘビーもう腹パンね。 8. Tungdor. Koshi Kakean.
かつて天道場があった小高い山のふもとにあります腰掛庵さん。山形に来たらこちらは外せませんね。これが食べたくて天童を訪れると言っても過言ではありません。ありませんありません。これが山形のメインイベント。今回は連休だからなのか、駐車場に警備員さんがいてね、すごく素敵な笑顔でお仕事されてて、朝からすがすがしい気持ちになりましたね。はい、やっぱり笑顔は人をハッピーにしてくれますわ。というわけで、前回のツアーで寄れなかったので、夢にまで見たわらび餅、腰掛庵さんのわらび餅を食べたら他のが食べられなくなるほど美味しいのです。どうしたらこんなにみずみずしい餅ができるのでしょうか。不思議なわらび餅、一番液体に近い餅みたいな。そうなの。そしてたっぷりかけられているビターな褐色のきな粉は深入りした大豆豆によるもので、蓋を開けた瞬間から香ばしい香りがふわーっと香ってワクワクしちゃう。楊枝を刺すもつるんと抜け落ちちゃうぐらい柔らかい。食べると一瞬で溶けてなくなっちゃう。きな粉のほろ苦さと甘さの余韻が口に広がって、なんとも幸せな気分になるんでございます。これは飯旅日本三大和菓子ですな。そうね。八郎型のあんごま餅、お伊勢さんの赤福、そして腰掛庵のわらび餅。あれ、日光の湯葉まんじゅうは？あ、それも忘れちゃならないね。四大和菓子だ。あくまでも私たちの個人的主観ですので、あしからず。よかったら皆さんの美味しいのコメント欄で教えてくださいな。よろしくお願いします。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Akita no shilo yokote kaiwai des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくちゃ。それは聞き捨てならないわね。ならば油断すると貫通被災症が米どころとして名高い山形県では、前回のツアーで寄れなかったので、夢にまで見たわらび餅。やがまどこ？